ワンピース第1191話で、モンキー D ドラゴン率いる革命軍が、ついに聖地マリージョアへの総攻撃を開始した。物語の冒頭は、革命軍総本部から始まる。モンキー D ドラゴンのもとへ、イムがエルバフでの戦いのために聖地マリージョアを離れたという報告が届く。ドラゴンはすぐに、これこそ長年待ち続けた絶好の機会だと判断した。ついに時が来た。世界政府を終わらせる時だ。ドラゴンは迷うことなく革命軍全軍に総攻撃を命令する。革命軍、総員進軍。今日、世界を変える。その号令とともに、革命軍による史上最大規模のマリージョア総攻撃が始まった。数えきれない革命軍の兵士たちが四方八方から聖地へ突撃し、巨大な爆発と黒煙が次々と立ち上る。長年、決して落ちることはない、と言われ続けた聖地マリージョアは、一瞬にして激戦の戦場へと変わっていく。ドラゴンは自ら先頭に立ち、革命軍を率いて敵陣へ突き進む。その後ろにはサボ、イワンコフ、そして革命軍幹部たちが続き、一斉に世界政府へ攻撃を仕掛ける。サボはメラメラのみの能力を解放し、巨大な炎を何度も放つ。燃え盛る炎の竜が海兵たちを次々と飲み込み、数えきれないほどの海兵が吹き飛ばされていく。場面は再び戦場へ戻る。ギャバンはイムとの戦いで左腕を切り落とされてしまう。しかし、左腕を失ってもなお、ギャバンは立ち上がる。残された右腕一本で、再びイムとの戦いに挑むのだった。ギャバンは、傷だらけの体を引きずりながら、ゆっくりと立ち上がった。そして、地面に落ちた自分の左腕を見つめる。失った左腕からは血が流れ続けている。しかし、ギャバンの背後には、まだ傷ついたルフィがいる。そして、その目の前には、凄まじい殺気を放つイムが立っていた。ギャバンはゆっくりと右手を伸ばし、地面に落ちていた斧を拾い上げる。左腕を失った今、使えるのは右腕一本だけ。それでも、ギャバンの目に迷いはなかった。そして、ギャバンは地面を蹴り、一瞬でイムへと突っ込んだ。そのあまりの速度に、地面が大きく砕け散る。イムもすぐに斧を構え、迎え撃つ。イムは斧を大きく振りかぶり、ギャバンに向かって強烈な横投げの一撃を放った。しかし、斧は空を切った。ギャバンの姿が、イムの目の前から完全に消えていた。次の瞬間、イムの背後にギャバンが現れる。ギャバンは右腕一本で斧を振り上げ、イムの背中へ向かって一気に振り下ろす。イムは間一髪で斧を構え、防御の体勢に入った。巨大な衝撃音が響き渡り、二人の間で覇気が激しくぶつかり合う。しかし、ギャバンの攻撃はそれだけでは終わらなかった。まだまだだ。ギャバンは一歩踏み込み、再び斧を振るう。右、左、そして上。残された右腕一本だけで、凄まじい速度の連続攻撃を繰り出していく。イムが反撃しようと斧を振るう。だが、その瞬間にはギャバンが攻撃を受け流し、すぐさま反撃を叩き込んでいた。ギャバンの斧がイムの体を次々と捉えていく。頬が裂け、皮膚が切り裂かれ、イムの顔にも次々と傷が刻まれていく。ギャバンはまるで全盛期を超えたかのような速度で、イムを圧倒していった。ついにイムは耐えきれず、大きく後方へと飛びのく。バカな、イムは自分の方から流れる血を指で拭いながら、ギャバンを睨みつける。片腕しか残っていない貴様が、なぜ、これほどの力を。ギャバンは斧を肩に担ぎ、傷だらけの顔でにやりと笑った。そして、イムをまっすぐ見据える。片腕でも今日やつなら、俺は知ってるぜ。ギャバンの脳裏に、一人の男の姿が浮かぶ。赤髪の海賊シャンクス。シャンクスだって、片腕しかねえ。それでもあいつは4個の頂点に立った。ギャバンは斧を強く握り直す。だったら、俺だって、片腕だからって負けるわけにはいかねえだろ。そう言うと、ギャバンは一気に地面を蹴り、高速でイムに向かっていった。イムはギャバンを見て、片手を上げる。すると、イムの周りにたくさんの黒い爆弾が現れた。消えろ。次の瞬間、無数の爆弾がギャバンに向かって飛んでいく。ドドドドドン。次々と爆発が起こり、
周りは大きな煙に包まれた。しかし、ギャバンには攻撃が見えていた。ギャバンは見聞色の覇気で少し先の未来を見て、爆弾が飛んでくる場所を読んでいたのだ。そんな攻撃じゃ、俺には当たらねえよ。